Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Alright, that's good. Hello! 記念すべき1回目の Downtime with Ken です。MC のケン山本です。よろしくお願いします。このポッドキャストはビデオポッドキャストなんですけども、音声と動画を一緒にして、音声はノンカットで40分から1時間ぐらいの音声のファイルで iTunes ポッドキャストで配信します。で、カットしたバージョンは動画として YouTube でアップするので、チェックしてください。原宿にあるアティックスタジオっていうスタジオで収録させてもらってます。で、これからも、アティックスタジオにはお世話になります。リンクとかは全部下に貼っとくんでチェックしてください。今回のゲストはアフターツナイトのドラムでもあり、今ドラムチューナーとして活躍している大高学さんです。よろしくお願いします。解散しちゃったけどね。解散しちゃったけどね。解散しちゃったね。どうですか？最近の活動は。最近いいっすよ。いい感じっすよ。私なんかかしこまりすぎてちょっと、なんか、ね、俺たちっぽくないけどね。ね、うん、そうだね。そういや楽しくやってますよ最近は。活動的にはアフタートナイトのこれが収録されてるのが3月の18日というわけで、最後の解散ライブが3月8日だったね。で 2days やってね。10日も経っちゃった。ガツヤでスタジオライブもね、あれもね大変だったね。なんかどうやって活動するのかっていうのが、もう限られた本数でね、そうやって頑張ってね、そのメルマガ限定っていうね、っていう人たちに来てもらって、で最後、ね、17曲ずつやって、そんなやったっけ？そう17曲あったね。そう意外といけたけどね。声がライブ中に声がなくなるのって本当にこういうことなんだみたいな。マジで。だからアリーナツアーとかでさ、でっかいメジャー系の人たちが毎日3時間とかさ2時間半とかやってんの、マジリスペクトになったし、すごいなってなった。そうだってもう狭すぎてさ、県なのかお客さんなのか分かんなかったもんね。もうどこに行けるか分かんなかったもんね。俺ももう海の中にいるように、もう窒息死しそうになった場面が多々あり、てかもう頭振って記憶飛んで、俺終わったわっていう瞬間何回もあった。マジでやばいね。かましたね完全に。てかあれはもう楽しかったね。俺たちの活動は本当にお客さんっていうかファンの人たちが完全にかましたっていう俺の解釈。いいこと言うそうドラムね、ドラム今バンドやってないんだけど、まあいろいろとこれってカットあんの？動画カットあるよ。そうなの？もう音声はないけどね。そうなの？音声はあんまないっすね。やばいねそれね。学ぶちゃんとやれ。やってんすけどね。しかも音声で今の絶対動画でカットされてるけど、音声でカットされるから何が起きてるか全く分かんないからね。聞いてる人はね。よく言われるのが、ここでちょっと言いたいことがあるんだけど、ツアー中とかで例えば地方に行くじゃん。で、俺たちのバイブズだったり、俺たちのこの感じを分かってなくて、なんかさ、すごい弾け始めるじゃん。突然。あなた。そう。なんか、突然すごくなるじゃん。なんか、で、バーってなった時に、俺が横で、みたいな感じになってんの。だけど、もうそれは俺と学のコミュニケーションなわけで、なんていうのみたいなのが、その俺が学に対するそのなんていうのキャッチ&リリースになってるわけ。ちゃんといつものくだりでしょ。そうそう、キャッチボールになってるんだけど、その外っていうかそれを分からない人間からしてみたら、剣めっちゃ引いてるみたいになってるわけ。言われたの？そうだから剣超引いてんじゃんみたいな。そう全然違くて、いやそれは俺と学のアイコミュニケーションの取り方なんだよってまずさ、俺たち酒飲むイメージはないんだよね。まああるだろうね。最後のツアーとかでいろんな人とさ、もう最後だからっていう感じで、結構それが理由なのか、久しぶりに会ったからかなのか分かんないけど、結構打ち上げてくれるわけよ。なんかいろんなことを俺たちの思ったことをさ、で
もちろん自分たちで自覚していたことがほとんどなんだけど、例えば打ち上げ出ないよねとかさ、なんかすぐ帰っちゃうよねっていうで、もちろんそれは俺たちはすごく反省しててもうこれこそ超裏話だけども、やっぱそうなんていうの、言っていいのかこれ、言っていいやつ P 入るこれ、いや入らないね、いや俺大丈夫と思うよ、別に普通のやつ、いいか俺が言えばいいのかな。いや俺はじゃあこれ本当俺のいやいや正直な気持ちを伝えに俺はこれをやってるからね。で、打ち上げに出なかっただからピー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 だピー。ただ俺が言いたいのはマジで迷惑をかけてしまってた人がいたら本当申し訳なかったし、俺は酒が大好きだし、ただっていうとこなんだよね。ならもちろん迷惑かけたこともあるけどね。俺が言いたいのは、俺が学と酒を飲むときは、いや、かなり飲むよねっていう話。結構飲むよねっていう。下ってくれれば。いや、確かにさ、だって県周りって言ったらあれだけど、県と同じくらいの人たちが多かったじゃん。うちらのそのシーンは、ポップパンクシーン。だから後輩たち、都市的にね、後輩たちみたいな感じになってるから、確かにその1月17とかなんか特にそうだったじゃん。うん、そうだね。ね、まさにもうなんか、俺と、まあ、ポロはまた文化が違うところで育ったから別として、俺だけなんか年上みたいな感じのとこあったじゃん。で、AT もバンド歴も周りのバンドに比べたら長くてさ、なんか先輩バンドみたいな感じの中で、その中でも一番年上なんだみたいな。そんなやつがなんか変なさ、やべえ、今日のスタジオでライブ超かました俺みたいな。で、やべえ、超俺天才とかって言って、お前言ってさ、お前がふんとかなってるさ、マジあいつちょうどやってんじゃねみたいな。そうなるよね。確かに、今考えてみると、確かに、その解釈としては、間違えられるチャンスは多々あったね。あったね。スタジオで作ってた時か。で忙しかったんだっけ？出なかったり、そういうこと。スケジュールが合わなくて、こことここだけしか合わない。そうだね。名古屋から出たんだもんな。で、俺はまだ学生だったし、時間があったから、行けるみたいな感じで。で、ツアー行かせてもらって、で、ライブも何個か見てて、学のね。で、SJC のつながり知ってたからさ、ちょっと話してみようかなみたいな感じで、東京タワーに行ったんですよ、最後の日にね。で、マイクとそば食ってたので、そば食ってて切り出そうかなみたいな具合の時に、あっちからっていうかみたいな話になって、学ってすごくいいドラム叩くよねみたいな話になって、ぜひちょっとサポートさせてもらいたいみたいな話だったんだよね。本当あっちから行ってきたの？また持ってるっしょ、若干。違うマジそうありがたいね。だからすごくシンプルなんだよって、SJC の今の契約する人たちってのはあまりこうシンプルさに欠けてるというか、ものすごく上手くてこうすごい華麗な感じがするんだけど、何かオールドスクールっていうかおっさんっぽいこの叩き方をする、ローカルバーで叩いてそうな感じの、何っぽいローカルバーおっさんっぽいって言うとそういうローカルバーのおっさんが叩いてそうなさ、ジャムバンドで叩いてそうな人の叩き方みたいな感じになって、まあそこから話進んでったけど、そうお世話になりましたね。ありがとうね。だってさ、なんだっけ、スタジオライブ最後うちらの復活リユニオンの時のさ、スタジオライブとかドラムだけ撮ってさね、お客さんにも言われるの俺、いやーかっこいいっすねドラムってそっかありがとうっていいんだけどみたいなドラマーはみたいな、だからね、まあ正直ね、まあいいんだよ全然、だけどそれくらいいいセットだったら、いいキットだったんだなと思ってさ、逆にさ、俺思ってんの。ケンさっきさ、あんまアメリカ行ったことないんだけどってさっき言ってたじゃん。そこら辺もね、結構ね、謎めいてるとこだと思う。あなたのそのメガネの奥に何が隠されてるかみたいな思ってる人多いと思う、俺は。どういうこと？だから、ケンってどっから来てるのみたいな。俺はよく金星だって言うのよ。ケン金星から来てるって。間違ってない。間違ってない。だけど、多分みんな、あれだろうね、流暢な英語を話すから。そっか。そうどっから来たのかなみたいな。日系ハワイじゃねえかとかさ。よく言われる。でしょ？言ってたよね。俺は、もともと香港で生まれたけど、1歳の時に東京に来て、ずっとで母親も父親も日本人で、日本でずっと住んでて、日本のインターナショナルスクールに幼稚園から、高校まででずっと東京で、大学も日本の大学行ってて、やっぱ授業が全部英語だから、
英語がマザータングになっていくんだよね。そうなんかバイリンガル、なんかそのいわゆる普通の本物のバイリンガルって言ったらあれだけど、そういうバイリンガルにやったら初めてだったから、もうなんかすげえ文化の違い感半端なかったよ。そうベースアメリカ人だしさどうなってんだっつって。そうだよね。ベース学ぶベースビースなビースビースわかるこれクリーブの方でやってるんでなんだけど、秋田弁のでちょっと一つ提案があります。ケンが英語で喋って学ぶが秋田弁で返す。内容が通じてなくてもいいからちょっと一回How's it going, 学ぶえ How's it going, 学ぶなんもわかんねえ。ハウズゴン学ぶってなんだかわかんねえな。おいでもな。ハゼゴンですかI don't know if you understand me, but I'm just asking if you're having a good time. いや、アンダースタンドとか今分かったと思うね。Oh, you それ understand? 他の人も、そうアンダースタンド。Yeah, understand. 英語の先生の言うやつな、Do you understand ってやつな。Yeah, Do you yeah. understand だべ。Yeah, I mean, I did an English teacher for a really long time, but I think the most interesting thing about being the teacher was that I have to talk really slowly. I'm talking really fast right now, but you know, I hope I'm not talking too fast. Is that all right? なんもわかんねえや。言ってること同じやん。お前普通じゃねえか。ゆるすぎる。何これ。いや、これね、めっちゃウケんのよ。これ、先輩方の方では。そう、先輩方の方ではウケんのよ。秋田弁で話すっていう。マジで。次元だっけよ。会議室時入れてね。現場時だった。Yo, that's fucking interesting. I think the best part about that is that it was so smooth. あといいっす。英語あといいっす。ありがとうありがとうございました。すごいね。もうちょいもうちょい欲しがるね。学べ欲しがる。ワッキー欲しがるね。だから音声の人わかんねえから何が起きてるの。男性ホルモン受診中。だからね、カットされるやつこれ。カットする。これはもう絶対カットされる。楽しいね、音楽ね。とっても楽しいと思う。最近本当にね、感じる、切実に。すごく言ってた、ツアー中に。なんか練習でもすげえ楽しいとか言ってたもんね。よく言ってたよ。いつも思ってるよ。面白いね。本当ね、音楽することって楽しいね。わかる。なんかその、ドラムを通して音楽をする喜びを感じてるし、そういう人たちが増えればいいなっていうのはね、なんか大きすぎるような話かもしんないけど、本当思ってるよ、俺は。まだまだもう全然なんか、たわごと言うんじゃないとか感じかもしれないけど、なんかそういうのにこう、幸福を感じられる人がもっと増えればね、楽しいなと思うよね。そうだね。思ってる。そう、自分も音楽をやってるけども、他の人のためにね、こう例えばちょっと英語の歌手やってあげるとか、発音のね指導してあげて、もっとその人たちのね音楽が楽しくなってくれればっていうのがあって、やっぱ音楽とつながれるのは素晴らしいと思います。そうだね。でボブ・マーリーが言ってたよ。いや言ってない。言ってないです。何でもボブ周りにつなげるからね、うちはね。何かとね、何かと。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次回も楽しみください。See you later.